皆さんおはようございます。この時の時間は朝の5時半です。これから5時40分発の電車に乗ります。ホームに降りてまずはカフェラテを買います。ここはセルフレジです。カップを取って並びます。カフェラテは左の機械でしか作れません。カフェラテなのでどうぞ。カフェラテを持って出た時にはもう電車が来ていました。5時40分発はガラガラでした。私の隣の席は最後まで誰も座りませんでした。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急開示70号東京行きです。朝日が眩しかったです。2時間後、東京駅に着きました。東京駅で新幹線に乗り換えます。新幹線は左です。新幹線の改札が見えてきました。改札を通ります。座席表を取ります。私の乗る新幹線のホームに向かいます。名古屋、新大阪方面と書いてあります。さて、私はどこに行くでしょうか。ホームに新幹線が入ってきました。最初にお客さんが降りて、掃除の人たちが入ります。掃除が終わって私たちが乗ります。行くときはグリーン車で行きました。グリーン車は空いていて、最後まで私の隣には誰も座りませんでした。一人で座れてとても快適でした。隣の新幹線が動き出したように見えますが、動き出したのは私が乗っている新幹線です。どんどんスピードが出て、あっという間に東京駅を出ました。大きいビルが並んでいます。この建物は東京国際フォーラムです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号博多行きです。
途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、岡山、福山、広島、小倉です。ありがとうございます。おしぼりをもらいました。おしぼりというのは手を拭くものです。この前行った門高輪のビルが見えました。独特なビルです。あそこから新幹線が見えました。今日はその新幹線に私が乗っています。あっという間に品川駅に着きました。8時37分発のぞみ17号博多行きです。自由席前より1号車と2号車です。品川では次は新横浜に停まります。まもなくのぞみ号博多行き発車いたします。この日は曇っていて富士山は見えませんでした。富士山を見やすい席を取ったのに残念でした。静岡のお茶畑が見えました。あっという間に京都も過ぎました。さて、私が新幹線を降りたのは広島県の福山駅です。福山は広島県で2番目に大きい都市です。福山に来た理由は、私の YouTube を見てくれている視聴者さんたちに会うためでした。私は視聴者さんとリアルで会うのは初めてでした。なので新幹線の中でもずっと緊張していました。いよいよ会う時が来ました。初めて会いました。でも皆さんとても優しくて本当に安心しました。お昼を食べた後、みんなで福山城に移動しました。線路は福山城の敷地だったところを走っているので、駅を出てすぐ福山城があります。福山城がある場所はもともとコウモリ山と呼ばれていたそうです。中国ではコウモリのこの字が福と同じ発音なので、お城を建てたお殿様がこの地域のことを福山と名付けたそうです。これが福山城の天守閣です。天守閣というのは一番高い建物です。私たちが行くのはこの月見櫓という建物です。ここは普通は入れません。場所を借りると入れます。靴を脱いで入ります。この建物は京都の伏見城から運んできたものだそうです。中はきれいにしてあります。2階に行ってみましょう。2階もとても素敵な部屋です。
上にあるこれがいい雰囲気を出しています。この方はあきさんです。あきさんは福山と尾道でホームステイプログラムをやっています。その6月のプログラムに私も入れてもらいました。つまりこの4人の方たちはホームステイプログラムのゲストの皆さんです。これ富士山です。はい。じゃあ皆さん何色ですか？赤い、赤、青、黒い。これは特別なやつですね。はい。赤いのは赤富士です。青いのが青富士です。これがダイヤモンド富士。ダイヤモンド。ダイヤモンド。そうそうそう。ダイヤモンド富士で、ダイヤモンド富士は何でしょうか？夜時？夜のいつですか？夜ミッドナイト？じゃあダイヤモンドはエラプションかな？エラプションで300年してないから違うんですよ。これダイヤモンドは何だと思いますか？太陽。そうです。太陽です。太陽が初めて見える。朝初めて見える時。そうです。山梨のお土産でクイズを出したりいろいろしました。それから外国の人にあまり人気のない山梨のお菓子も食べてもらいました。いただきます。はい。どうですか？美味しい？あらよかった。美味しい。美味しい美味しい。ベアさんはちょっとベアさんちょっとこれは日本の人にはとても人気のある昔からあるお菓子です。信玄餅と言います。山梨に来たらぜひ食べてみてください。その後バズさんのホストファミリーの家に行きました。はい。ただいま。靴を脱いで家に入ります。ワンちゃんもお出迎えしてくれました。ワンちゃんの名前は？手羽くん。手羽くん？手羽っていう。手羽ってどういう意味？ラテン語で自然って意味らしい。すごい。ヘブライ語で。どうしてヘブライ語なの？手羽という名前には手羽先の手羽とかアメリカの靴のメーカーの手羽という意味もあるそうです。ちなみに白い家がホワイトハウスです。ホワイトハウス、すごいところに住んでらっしゃるね。ホワイトハウス。手羽くんはホワイトハウスに住んでいるそうです。なんかしてるんですか？いつもこれでバズさんにすごいいっぱい書いてるけど、なんか教えてもらったり、ゲームしたりしてるんです。へえ。こちらはウェルカムボードです。バビリオ、Welcome to our home。なるほど。いいの作ったね。手羽がアキさんに懐いていました。こちらではゲームをしています。ヒントいる？ヒント？例えばここら辺にあるね。さっき言ったなんかの言葉を。
でも超ビギナーの B 歌歌ったらタイムああ、違います。 B なああ、間違えました。いつもこうやって一緒に遊んでいたそうです。今からバズさんの部屋を見せてもらいます。2階に行きます。スリッパを脱いで入ります。この部屋の奥にもう一部屋ありました。いいですね。いいです。初めての畳の部屋で初めて寝ましたけど、はい、とても嬉しいですね。日本のトラディショナルの部屋ですね。布団を毎日自分で敷くそうです。Before coming here was where I would sleep, of course, about my laundry, about the food, about what should I do, what I should not do. But the family was pretty open and clear, and also I try to be respectful and ask. I try to help. I'm not good cooking, but I try to help like with the cleaning, and they are pretty happy about it. So all my worries in the beginning, before coming to the program, they are not real. They just like in my head, you know. It's been just a few days, but I feel like my Japanese like speaking level, like all the time speaking Japanese is amazing. And この日はバズさんがこの家にいる最後の日でした。今日が最後の夜なんですよね。そうね。そうなんだよ。もう絶対泣いちゃう。さっきも車の中でね、なんかもう今日の夜最後はねって言ったらなんか寂しくなるねって言ってましたね。だからね。泣いちゃうと言っていました。きっとすごくいい時間を過ごしたんだと思います。次の日は尾道に行きました。尾道は尾道ラーメンが有名です。なので尾道ラーメンを食べに来たんですが、焼肉と書いてあります。このお店はもともと焼肉屋さんだったんだそうです。いただきます。尾道ラーメン美味しかったです。その後はみんなでお話ししました。英語を勉強しているアキさんの生徒さんたちも参加しました。その後移動して、その日私が泊まる場所に来ました。ここの1階で手まり寿司を作りました。手まり寿司というのはボールのような小さい丸いお寿司です。美味しくできました。皆さんもアキさんの企画するホームステイに参加しませんか？いろいろな体験ができますよ。また日本語のレッスンもあります。何よりホストファミリーの人たちと時間をかけてゆっくり仲良くなれます。観光だけじゃない日本を体験したい人におすすめです。日本語に自信がなくても大丈夫です。アキさんがサポートしてくれます。人とのつながりの多い時間を過ごせると思います。概要欄のリンクからチェックしてみてください。その後、お願いします。ゲストの方たちは新しいホストファミリーに会いました。
前半と後半でホストファミリーが変わります。バズさんも新しいホストファミリーの人がお迎えに来ました。きっと楽しい時間を過ごすことになると思います。ゲストの皆さんはいろいろ心配なことがあったけど来てみたら大丈夫だったと言っていました。あまり心配せずにぜひ参加してみてください。心配なことがあればアキさんに聞いてください。英語でも大丈夫です。私も視聴者さんに会えてとても楽しかったです。いい思い出になりました。これからもいい動画を作りたいなと思いました。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ネットフリックス見ながら新しい言葉覚える。難しい時もあるけど諦め